どうも KT です。今日も老舗や名店を食べ尽くしていこうと思っておりますが、ただいま大阪市西区の京セラドームの方まで来ました。今日はこのまま港区の方まで行ってみたいと思います。この辺りはまだまだ昭和が残っていて、絵になるようないい雰囲気の場所が多いんですよ。今から伺うお店も昭和のかっこよさが残る、創業して50年にもなる老舗のうどん店です。まだ今満席だから、閉まってるところにもうすぐ開くよ。奥今ね、今食べてるから。店先で自家製手打ち麺の販売もされています。昔ながらの木製の箱がかっこいいですよね。火は麺の湿度を調整してくれます。もうすぐ午後3時になろうとしていますが、客足が途絶える気配はありません。子供からお年寄りまで年齢を問わず地元の方に愛されている食堂のようです。席が開くまでの間に冷やし飴で涼むことにします。初めてのあ、そう。生姜と砂糖だけなので、はい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 。使えてる時なんか結構来ると思います。ありがとうございます。はい、すいません、いただきます。ガラスのコップがいいですよね。ひんやりと冷たいです。あー、飲んだことある味。初めての冷やしの飴だけど、甘い、しっかり甘いけど生姜がすごい効いてる。なんか、すっごく懐かしい味。これが不思議なんですよ。初めて飲んだのになぜか懐かしい。甘くてスパイシーな暑い関西の夏の定番。味はお店によっても変わるのでしょうか。美味しくて懐かしくて、これは最高ですね。店先でおでんも売られていて、関東煮と書いて関東炊きと読むと教えていただきました。今はちょっと甘めのしっかりですけど、お出汁で炊き張るとこも多いですね。おでんも各地域で味が変わるので面白いですよね。関東は濃い口醤油のおでんが多いのに対して、関西は薄口で甘めの出汁で炊くところが多いそうです。おでんは1本120円と激安。筋肉は200円。メニューはうどん、そばの他に丼物、おでんや大人気の焼きそば、どれもとにかく安くて美味しそう。あれも食べたい、これも食べたいとワクワクしますよね。安すぎる。間もなく午後3時、席が空いてきたので入店します。もうこの雰囲気が最高なんですよ。元気で明るくアットホーム。皆さん優しいので、親戚の家にお邪魔した時のような温かみを感じます。ドラマや映画でしか見ることのできなくなった活気のある昭和の食堂。何から何までかっこいいので撮りまくっています。油かすのうどん。はい。さっきおすすめいただいたんで。あと、関東からですか？はい。関東だったらかすって油かすってあんまないちゃいます。初めて。そうですね。本当ですか？そうです。はい。ぜひ。久々にあの感じです。テレビで見たあそこに、テレビでしか見てなかった場所に、ここで食べれてるっていう感覚。すみません。アルコールビールですね。はい、ありがとうございます。すごい。旬でる。
甘めのお出汁美味しい。すごく美味しい。夏いい。夏にこの疲れてる時、夏にいいこれ。あ、もうトロットロに柔らかくなってるのがわかる。ねえ、トロトロになってる。トロトロ。ありがとうございます。いいですか、じゃあ弁当はい、どうも。大きな牛肉はホロホロに柔らかく、牛の旨味が溢れ出します。甘めの出汁がよく合う。これだけ大きな牛すじが200円というのはとんでもなく安いですね。焼きそば焼いてもらって大丈夫ですか？カツうどんの方です。はい、OK です。続いてうどんをいただきます。まずは出汁から。あー、美味しい。油かすの他にネギ、刻み揚げ、かまぼこが乗っています。あー、美味しい。結構濃厚。すごく濃厚。美味しい。うどんはもちっとした弾力、程よいコシがあって美味しいです。麺美味しい。ちょっと油かすを。続いて油かすをいただきます。こちらの大ぶりな油かすがたっぷりと乗っています。油かすうまー。うまー。トロトロですごく硬く残ってるの。ここだけが硬いんだけど、この硬い部分が噛めば噛むほど味が染み出る。うまみが超うまい。いやー、油かす最強だね。油かすは大阪の南河内で昔から食べられてきた郷土料理で、ももちをじっくり油で揚げたもの。周りはカリカリ、中はとろける独自の食感がたまりません。凝縮された濃厚な牛のうまみ、いい油と出汁がスープに溶け出して最高です。高タンパク低脂肪、コラーゲンもたっぷりで栄養価の高い油かすですが、製造に非常に手間がかかるためでしょうか、関東ではあまり見かけません。まだ未食の方は大阪に来たらここぞとばかりに食べてください。絶品です。美味しそう。焼きそばは豚と卵入りをお願いしました。大きな豚肉がたっぷりです。豚間違いない。鉄板でカリッとジューシーに焼かれた豚肉最高です。焼きそばも美味しいですね。まず麺自体が美味しいのと、濃厚ソースがたまりません。こちらも昔ながらの懐かしい味。やっぱ関西のソースがうまいな。豚肉がたっぷり乗っているので、子供の頃に食べたものよりだいぶ豪華ですが、それでも懐かしさを感じます。おいしい。豚肉も美味しい。おいしい。かわいいね。お客さんのリクエストにより誕生したこちらのミニ丼。ミニとはいえカツは分厚くこんなに大きいです。半熟具合がもうベストじゃないこれ。カツは揚げたて
き熱々で衣はサクサク、中のお肉も柔らかくて美味しいですね。醤油の濃い味ではなく、優しいお出汁の味付けも最高です。卵もたっぷりトロトロ、ミニ丼なのにこの手間は申し訳なく感じてしまいます。カツもこんなに分厚くて大きいんですよ。お漬物までついて、これはお得すぎました。撮影すいませんでした。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あれから少し南下して大阪メトロ四ツ橋線玉出駅まで来ました。玉出という有名なスーパーがありますよね。今からその玉出駅のすぐ近くにあるお好み焼きの名店に行ってみたいと思います。ミシュランのビブグルマンや食べログ100名店にも選出される有名店。いつも行列ですが、タイミングによってはさほど待たずに入れることもあります。メニューはシンプル。お好み焼きと焼きそば、ロールしかないというのが渋いですよね。お好み焼きでも焼きそばでも具材で値段が決まるのが面白いですね。そばでもロールでもイカは820円で、豚だと890円です。実直な大将のお人柄が伝わります。お好み焼きは仕上げてから提供してくれるタイプのお店で、ソースはお好みでかけるそうです。卓上には甘口、辛口、とろソースがありました。創業昭和51年、京屋さんのお好み焼きはとにかく評判が高く、噂は常々聞いていたので、今回念願かなっての初訪です。すみません。もうここからもうこれでカットして取り分けてもいいですね。少しソースかけて召し上がっていただきます。ここから見て右側の甘口が普通のやつで、真ん中がウスターソースみたいな。辛いこのソースが一番辛いやつです。基本的には甘口でやっていただいて、残りの2つは物足りひんときにピザのタバスコみたいな感じで使ってはい、では結構もうとろみがすごい。うわ、ちょうどここに具があった。ちょっとミックスのシーフードの量が多すぎるけど、見てこれイカの大きさ、イカにもエビのこの大きさよ。これたっぷりの海鮮を卵でロールしてるんだ。でかいでしょ。イカ柔らかい。大ぶりのイカ、エビ、豚肉がゴロゴロと入ったロールはかなりのボリューム。イカとエビが柔らかく、豚肉もジューシー。素材の良さに驚きました。卵はトロットロ、甘口ソースとよく合います。粉が入っていない分、素材の良さがダイレクトに分かります。やっぱり鉄板を囲むのは楽しいですよね。お店の方も気さくで親切なので、お店が明るく、雰囲気も最高。お待たせしました。追加の焼きそばです。こちらのきれいじゃなかったら、そこの四角いところに青のり加工があるんで、そこに全然割り箸でお願いします。これで取ってっていうことですね。で、青のりとかがちょっとつまみにくいので、よかったら器ごと上にしてかけたらまだマシやと思います。わかりました。で、壺の中に紅生姜もあります。ありましたね。もうここにかけちゃっていい。これイカだ。イカ焼きそば。焼きそばも絶品。箸が止まりません。もちもちとした麺とやっぱりソースが美味しいんですよね。パリッとしたキャベツもたまりません。大きいのイカが大きくて柔らかいの。もうイカがすごくうまいのよ。イカがうますぎるぐらいうまいよね。
これもうここでそうですね。まず上にマヨネーズとケチャップとからしがついてますんで、テコでちょっとぐるぐるっと広げてからソースをお願いします。わかりました。はい、ありがとうございます。カリッカリ。肉とロースがつながった大きなお肉が渦巻き状になっていて、香ばしくカリカリに焼き上げられています。一つ焼き上げるのに15分もかかるそうです。もうすでにふわふわだね。持った感じがふわふわ。出来たて熱々のお好み焼きいただきます。あおキャベツふわふわ、サクサクって音がするぐらい豚がすごくカリカリで、なるべく地元産の食材を使用し、天かすは近所の天ぷら屋さんから仕入れているそう。魚屋さんがやっている天ぷらなので、天かすに魚介のエキスが感じられるんだとか。お肉はジューシーで旨味が凝縮、生地はふわふわ、キャベツがぎっしり詰まっていますが、軽い食感でいくらでも食べられそうです。ドロソースでいただいてみます。ドロソースはウスターソースを作る過程に出る沈殿物で作られるソースですが、辛いので甘口ソースにドロソースを少しずつ足しながら調整するのがお店推薦の食べ方だそうです。このドロソースも美味しくてびっくりしました。カレーぐらいのスパイシーさがあります。こだわりの食材もいいけど、ソースやマヨネーズに至るまで絶品、最高のお好み焼きに出会いました。美味しかった。ごちそうさまでした。それでは皆さん、今回の KT はいかがだったでしょうか。今回も大阪の人情味あふれる名店中の名店に出会うことができました。行ってみたいなというお店はあったでしょうか。大阪に来たからって粉もんばっかり食べ過ぎだろうと思った方はグッドボタンを、いやいや1日3食粉もんでもオールオッケーという粉もんラバーはグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。